やっほー、お疲れ様。今日はちょっと聞いてほしい話があって喋ってます。ご覧の通り、日本語をゆっくり話すような動画、そして日本語の字幕と英語の字幕をつけて、日本語を学習したい方に向けて動画を投稿しようかなと思ってるんですけど、これが実際需要があるのか、役に立つのかどうかっていうのはまだあまり分かっていない。なので、このまま見てくれた方がコメントくれたりとか、もっと見たいって言ってくれたら、もしかしたらもっと動画を投稿するかもしれないです。このチャンネル Still Awake Japanese、 このチャンネルでは夜に静かにこっそり集まってゆっくり話し合うみたいな、そういう雰囲気のチャンネルにできたらいいなと思ってます。なんか英語学習とか日本語学習とか、他の言語の学習をするときってついつい頑張りすぎてしまうというか、例えばなんか単語を必死に覚えたりとか、文法の勉強を必死にしたりとかで、気づいたら難しくてなかなか覚えられなくて、なかなか習得できなくて嫌になってしまうっていう経験があると思うんですね。日本ではスピーキング力は低いんですけど、書く能力、ライティング能力と、リーディング、読む能力は高いっていう現状があります。日本の英語教育ではスピーキングは難しくて、リスニングも比較的難しくて、日本人が得意なのはリーディングとライティング、そういう状況があるんですね。英語は本当は楽しいけど、みんなそういった真面目な堅苦しい学習で言語が嫌いになっていく。日本語を学習する方も漢字とかひらがなとかカタカナとか、まずは覚える言葉、覚える文字がたくさんあるし、文法も複雑だし、で、関西弁、標準語、いろんな喋り方もあって、学習するってなると結構ハードルが高いと思うんですね。でも、日本っていうのは、例えばアニメとか漫画とか、そして日本の漫才とか、楽しめる、娯楽っていうのがたくさんあります。日本語を知っていたら楽しめる娯楽、それが日本にはたくさんあります。なので、もっと日本語のことを知って、もっと日本の面白い文化も知ってほしいなって思うし、あとは何より自分自身が居場所を作って、そしてみんなで集まったりとか、みんなで勉強し合ったりできるコミュニティを作れたらいいなって思ってました。今ここに映ってるこのアバター、リンカって言うんですけど、僕が以前作ったんですよ。VR チャットっていうゲームで英語を勉強してました。人と話すゲームなので英語の練習ができます。そこでいろんな人といろんなコミュニティに入って、いろんな友達ができて、すごい楽しい時間を過ごしながら英語の勉強ができました。そしてそのままゲームにハマってアバターを作ったんですけど、このアバターせっかく作ったのになかなか使う機会がなかったんですね。そして自分が英語の勉強をいろんなコミュニティに入ってさせてもらった経験から、自分もそういったコミュニティを自分で作って、そして日本語を勉強したい人に向けて
発信できたら役に立つんじゃないかなって思いました。僕自身はなかなか人生にやりがいっていうのを感じられる機会が少なくて、アルバイトとかしてるんですけど、アルバイトでも働くことは誰かの役に立つことだと思うんですが、やりがいをあまり感じられていません。お金が必要だから働くとか、働かないといけないから仕事に行く。そういった消極的な理由でアルバイトをしている現状があります。でも何か自分がやってよかったなとか、誰かがやってくれてありがとうって言ってくれるようなことができたら、自分の人生の中でもすごくやりがいになると思います。そういった意味で、今この動画を撮ってます。もし次の動画とか、将来上げていく動画に期待ができるよとか、一緒に応援してくれる、一緒に喋ってくれるよっていう方がいれば、コメントお願いします。まだ、ポッドキャストとか、こういった海外の方向けに動画を作るのは初めてなので、喋るスピードとか、そういうのは調整が必要だと思いますが、友達みたいにカジュアルにリラックスして話せる場所を作れたらいいなと思います。最初の動画はこれぐらいで終わります。もしよかったら次の動画を投稿するので反応お待ちしてます。では、今日もお疲れ様です。バイバーイ。